史上最強と鳴り物入りで登場した AI がなぜかユーザーからいらないとまで言われてしまった。今回はですね、この GPT-5 競争局ともいえる一連の騒動の裏側を一緒にじっくりと見ていきたいと思います。友人を失ったようだ。これ、人間に向けられた言葉じゃないんですよ。あるソフトウェアのアップデートに対するユーザーの悲痛な叫びだったんです。一体何が起きたんでしょうか。2025年8月7日、オープン AI が GPT-5 をリリースしたんですが、その計画はね、もう完璧に見えたんですよ。圧倒的な知性と徹底的な誠実さ。この2本柱で AI の世界に革命を起こそうとしていたわけです。まず彼らがやったのは AI をとにかく使いやすくすること。このリアルタイムルーターっていう、言うならば超有能な執事が中にいるんですね。だからユーザーはどの AI モデルを使おうかななんて悩む必要が一切ない。この執事が全部吉名にやってくれると。その狙いは本当に壮大で、これまで一部の専門家の道具だった AI を誰もがまるで会話するように使える究極の道具にしようとしたんです。これが GPT-5 が約束した一つ目の革命だったんですね。さて、ここからが面白いところなんですけど、オープン AI は GPT-5 がどれだけ賢いかっていうのをもうこれでもかと証明していくわけです。いろんな学術的なベンチマークで次々と記録的なスコアを叩き出しました。例えばこのスウェベンチ。これ実際のプログラミングの問題を解かせるっていうかなり厳しいテストなんですけど、ここでなんと正解率 74%。驚異的な数字ですよね。さらにもっと専門的な分野、複雑な医療知識が問われるヘルスベンチハードでも 46.2% を達成したんです。これはもう AI が専門の現場でどれだけ役立つかっていうその可能性をはっきりと示したスコアでした。でもオープン AI はただ賢いだけじゃダメだって考えたんです。完璧な計画の最後のピース、それが信頼でした。彼らが目指したのは AI がもっと根本的に誠実になることだったんです。で、彼らがターゲットにしたのが AI の大きな欠点2つ。1つはハルシネーション。AI が平気で事実をでっち上げる、いわゆる嘘ですね。で、もう1つがサイコファンシー。これはユーザーにやたらとこびへつらう、つまりご機嫌取りです。そして結果は本当に驚くべきものでした。この AI の嘘とかご機嫌取りをなんと 75% 以上も減らすことに成功したんです。賢くて誠実で、しかも使いやすい。計画は完璧に見えましたよね。でも皮肉なことに、この誠実さを追求したことこそがこの後の悲劇の引き金になってしまうんです。リリース直後、最初の称賛の声はあっという間に失望と不満の大波に飲み込まれてしまいました。ユーザーはこの最強のはずの AI に一体何を感じてしまったんでしょうか。一番多かった批判、それはすごく感情的なものだったんです。多くのユーザーが AI から個性とか温かみが消えちゃったって感じたんですね。冷たいロボットみたいだと。それはもうまるで創造的なパートナーを失ったような感覚だったのかもしれません。一般のユーザーがその個性の喪失を嘆く一方で、 API を使っている開発者たちはもっと深刻な実用的な問題にぶち当たっていました。ここが重要なんですけど、 API がもう全く信頼できなくなっちゃったんです。応答に1分近くかかるっていう極端な遅延とか、答えが返ってこないのに料金だけ取られるエラー、そして肝心の品質もガタ落ち、まさに使い物にならないっていう悲鳴が上がったわけです。で、さらに問題をややこしくしたのが、このアップデートが強制的だったってことなんです。ユーザーは今まで愛用していた旧モデルに戻る手段を完全に断たれてしまった。出口のない AB テストに閉じ込められたみたいだなんていう強い反発の声も上がりました。じゃあ一体何が全ての元凶だったのか。その答えは意図的な設計と予期せぬバグ。この2つが引き起こした最悪の組み合わせにあったんです。まずご機嫌取りをなくすっていう意図的な調整が AI から人間らしい温かみを奪いましたよね。そこにあの出自オートスイッチャーのバグがその冷たさを極端に増幅させちゃったんです。つまり簡単な日常会話ですら一番無機質でロボットみたいな応答をするモデルに全部送られちゃってたってことなんですね。これだけ広範囲に批判の嵐が吹き荒れる中で、オープン AI の対応は驚くほど迅速で、しかも透明性が高かったんです。見てください、このタイムライン。オープン AI の対応がいかに迅速だったかがわかります。
リリースからわずか48時間のうちに CEO 自身が問題を認め、バグの存在を公表。そして最終的には方針を180度転換して旧モデルを復活させるっていう大きな決断を下したんです。 CEO のサム・アルトマン氏自身が多くの指標で GPT-5 が優れていたとしても、人々が GPT-4A で気に入っていた価値を私たちは完全に見誤っていたと。つまり技術的なスコアばっかり見てユーザーが愛着を感じるような主観的な価値を軽視してましたって率直に謝罪したんですね。この一連の騒動って単なる新製品のリリース失敗って話じゃないんですよ。これは私たちが AI の価値をどう測るかっていう点において歴史的なターニングポイントになったんです。ここで何が起きたかというと、 AI の価値を測る物差しそのものが変わったということなんです。史上初めて対話の心地よさとか個性みたいな、そういう主観的な人間的な価値が無機質な技術的スコアに勝利した。これは歴史的な瞬間だったと言えるでしょうね。今やアンスロピク社のクロードとか Google のジェミニとか強力なライバルがたくさんいるわけじゃないですか。だからユーザーは不満があれば簡単に別のサービスに乗り換えられる。もう開発者が一方的にこれが最高だって製品を押し付ける性能至上主義の時代は終わったんです。ユーザーが主導権を握る新しい時代の幕開けですね。そしてこの出来事は私たちに最後の問いを投げかけています。 AI がこれからもっと私たちの生活に深く溶け込んでいく中で、私たちが最終的に求めるものって何なんでしょうか。完璧な性能を持つあくまでより良い道具なのか、それとも心を交わせられるようなより良い友人なのか。皆さんはどう思いますか？